こんにちは、リサです。今日はタイの BL ドラマ Fish Upon the Sky 第12話最終回のお話をしたいと思います。ネタバレがありますので、まだご覧になっていないという方はお気をつけください。とうとう最終回ですね。前回もそこまで鬱っぽい展開はなかったんですが、なんというか P の成長のもう最終段階になっているので、その成長痛みたいなものがこうビシビシと伝わってくるような回だったなと思います。P に残されている大きな課題、それは過去のコンプレックスから来るマイナス思考をいかに克服するかっていうことだと思うんですよね。前回の最後のシーンのちょっと前、P がモークの誕生日パーティーに向かっているところから、始まりますね。彼はそのモークが一回うちに来るんですけど、そのまま一緒に連れて行ってもらったんじゃなくて、一人でそのパーティーの会場に、行ったわけですね。でちゃんとそのプレゼントも持って行ってたんですね。いやちゃんと用意してたんだなっていうふうに一安心しました。でモークはモークでもうその会場に来てくれたっていうことが最高のプレゼントだよっていう風に言ってて、もうとにかく嬉しそうでよかったねっていう感じなんですけど、で P の用意してきていたプレゼントというのはお魚クリップの新しいやつですね。モークが持っていたのはムアンナンから譲ってもらったものだったし、その一部がねちょっとこう欠けてしまっていたので、新しいのをあげるよっていうことですね。でこのおしゃれなねマスクストラップも一緒にこうつけてくれてて、なんか多分一番そのモークが喜びそうなものをちゃんと考えて用意してくれたんですね、短い時間の中で。今回もきっとお魚のクリップはね P の手作りっていうことだと思うんですけど、P ってやっぱり結構手先が器用ですよね。なんかこういう特技がちゃんとあるのに、ちょっと地味すぎて全然周りに伝わってこないのがなんかこうもどかしいところですよね P の。でそのちゃんとプレゼントをあげたその後に誕生日ケーキのくだりがあるわけですよ。でそれからトイレのシーンですよね。で P がそのモークとバムが一緒にいるところを見ると、自分が脇役になった気分ですごく嫌なんだっていう風に言うと、モークがそのみんなにね言うか言わないかはお前次第だけど、俺が黙っていてお前が辛くなってしまうのであればもう俺は黙らないよって言ったわけですね。でその後2人はどんな結論を出したのかっていうことなんですけど、そのトイレの外でねファンのみんなが待ち構えているじゃないですか。でそこに2人が出てきます。でそのモークは一体そのバムと P のどっちを口説いてるのっていう風に聞かれるわけですよね。でそうするとモークは俺は P のことが好きだっていう風に即答するわけです。じゃあ今2人ってどういう関係なんですかっていう風に尋ねられると、それは彼の方に聞いてっていう風に P に委ねるわけですよ。で P は迷った末に俺たちはお互いのことを見ているよっていう風に言うんですね。でそれってつまりお二人は両思いってことですよねっていう感じで、そのモーク P がねリアルカップルとしてこうみんなに知られることになるわけです。でバムちゃんもそこに来ておめでとう、これで私の役割は終わりだよねっていう風に言って2人の手を取ってお祝いをするんですが、その後に事件が起こってしまいます。その誕生日のお祝いとしてねファンのみんなからそのモークと P のショートビデオが、上映されるんですけれども、それをやっているところにネットでね突然昔の P の写真がこうアップされてしまうんですよ。そのイメチェンする前のこう眼鏡をかけていて歯の矯正器具もつけていて、ダサかった頃の P の写真ですね。
でその頃の P にはそのね全然友達がいなかったので、その写真を持っているのはモークだけなんですよ。その実際モークがその写真を持っているってことを P は知っていたじゃないですか。その前からお前のことを好きだったんだって言われた時にこう見せてもらっていたんでね、だから即座にねこの写真はモークが投稿したんだって思った P は怒ってそのパーティーの会場を出て行ってしまいます。で誤解だよっていう風に引き止めるモークに向かって、友達でいたいんだったらついてくるな、お前のことを嫌いになりたくないんだって言って P は泣きながらね家に帰ってしまうんですよ。でもその P の自宅の机の上にはモークのものであるお魚のトートバッグとお魚のタンブラーが置いてあるんですよね。その無安難に振られてしまった後に慰めてくれたモークと友達になった時、あの時のことがその P の頭の中にはねこう蘇ってくるわけです。それなのになんで今こんなことになっちゃってるんだろうってことでその泣いているわけですよね。でそこにデュアンが帰ってきます。で号泣している弟を見て当然一体どうしたんだってなりますよね。で家の外ではモークがね P を呼ぶ声がすると。で事情は全く分かんないけどデュアンはまあねいつでも弟の P の味方なのでクソモークがって言ってこう代わりに降りていってねモークを追い払ってくれるんですけど、なんていうかね、やるときはやるお兄ちゃんデュアンなんですが、とは言っても実はそのデュアンとミンの方もちょうど喧嘩をしてしまったところなので、ここでねそのモークも P もそしてデュアンもミンも全員がねこうお悩みタイムに入ってしまうんですよね。なんていうかそれぞれがこう自分らしくいることとか大切な人をねどうやったら尊重することになるのかっていうね、そういう難しいことをそれぞれが思い悩んでいくわけですよね。で翌日 P は大学でモークにトートバッグを返すんですけど、でも話をしようとするモークを無視してこうさっさと行ってしまいます。それで困り果てているモークの前にまたバムちゃんが現れるんですね。でなんとP の写真をね投稿したのは自分だっていう風に告白します。実はそのバムちゃんはモークのことをずっと好きだったんだと言うんですよね。でもその写真を投稿してしまった後にとんでもないことをしてしまったっていうことに彼女は気づいたわけですよ。だからもう自分のことを友達だと思わなくてもしょうがないし、自分のことをね憎んでくれても構わないと。でも本当にこんな風になると思ってたわけじゃないから、だから本当にごめんねって言って、で何でもするから許してほしいっていう風に言うんですよ。でそういうバムちゃんに対してモークはねやってしまったことは元には戻せないよっていう風に言うんですけど、でもバムちゃんは私が2人が仲直りするのを手伝うよっていうことで、また何か作戦を考えてくれてるんですね。で一方そのデュアンとミーンなんですけど、前回ねデュアンがミーンに無理やりお酒を飲ませようとしてそれで喧嘩になってしまったわけですけど、デュアンはね今回は結構素直に反省をして、自分からミーンのところに謝りに来ました。最初はねお菓子でご機嫌を取るのかと思いきや、ちゃんとこれからは無理やり何かをさせたりはしないよと、お前がやりたいことをやりたいようにするのがいいと思う、この間は悪かったっていう風にもう直角にお辞儀をして謝るわけですよ。いや本当にデュアンもね性格が変わったなっていう感じですよね。でそれを見てミーンもちゃんと許してくれるんですよね。
なんか本当に仲直りの仕方が小学生みたいでね、めちゃくちゃ微笑ましいなと思うんですけど、でそれで良かったっていうことで、なんかこう手でね I love you のこうサインをしながら、学校気をつけてねみたいな感じで言うデュアンがね、本当に可愛いですよね。でまた前みたいにデュアンデュアンって追いかけてくるのを待ってるからなって自分から言うというね。いやー、本当にデュアンはデュアンなんだろうかっていう気がするんですけど、っていうかね、わざわざ制服を着て一体何しに来ているんでしょうね、彼は。だってもう卒業も決まっているのに授業もないはずなんですけどね、ミーに会うためにわざわざ制服を着ているのでしょうか。そしてモークとピーの方なんですけど、やっとね問題のずっと気になっている屋上のシーンにつながってくるわけですね。確かこれはねバレンタインの日なんですよね、この告白イベントがある日は。で P はそのサプライズ告白のなんかスタッフみたいな感じで恋のキューピッドの役を、そこではしているわけです。で、次は医学部の子が歯学部の子に告白するので、風船を持って屋上まで来てくださいっていう風に言われて、で向かった先で待っていたのは誰かというと、白衣をわざわざ着ているデュアンなんですよ。そしていつものギャングたち、でそこでみんなからこうおでこにチューをされて、一体何これっていう風になっている P にみんなが、本当にお前に告白をしたい人はあっちだっていう風に言います。でそこにいるのがもちろんねモークと、そしてバムちゃんなわけですよ。で、お前が俺に会いたがらないからこうするしかなかったんだっていうモークに、もう分かったから言いたいことがあるなら言えよっていう風にこう P はもうちょっと投げやりになってるわけですね。でそうするとバムちゃんが、写真の投稿は私がやったのと、モークのスマホのパスワードを知ってるから勝手にそのモークが持ってる写真を私があげたんだってことですね。でだから責任があるのは私なのっていう風に言うわけです。そしてモークの話を聞いてあげてほしいっていう風にね、もうすごい成功法のねバムちゃんの作戦でした。でモークは P に何を言うかというと、お前はいつも他の人のことを気にしている。でも俺のために自分の心に聞いてみてほしい。本当はどう思っているのか、俺と一緒にいたいと思っているのかどうか。で俺にとってはそれはいつでも自明のことだった。俺はお前と一緒にいたいんだっていうふうに、言うわけですよね。でも P はそれに対して、俺にはずっと友達がいなかった、恋をしたこともなかった、そこにお前が現れたんだ、だから俺はお前を失いたくない。でもお前はたくさんの人に愛されてる。それでどうしてお前は俺のものだって言えるんだよと。周りの人に批判されるのはすごく辛い。でももっと辛いのはお前まで批判されることだ。俺と一緒にいることでお前が悪く言われるんだとしたら、どうしてそれで幸せになれるって言うんだよって言うわけですよね。なんかもうこう P ももう好きなことはもう認めてるし、好きだからこそそのモークがね自分のせいで悪く言われるのが嫌だっていうね、そういう気持ちになっちゃってるんですよね。だけどモークはP、 そんなことを怖がるな、もっとわがままになれ、やりたいようにやれ、俺はお前と一緒にいられるだけでめちゃくちゃ幸せなんだから。他のやつはお前みたいに俺のことを幸せにすることはできないんだぞっていう風にもう言ってくれるんですよね。いや本当にねモーク一途だなって思いますし、他の人のことをマジで見てないモークはね。そんな風にね言われてもこう嘘ついてないよねっていう感じで、どこまでもすごい疑り深い P に対してこうモークはねみんなの前でこうキスをしてくれるわけですよ。
これでやっと2人がみんなの前で恋人同士になりましたとさっていう、そういうお話ですね。いやもうこっからはね、なんかこうことあるごとにずっとなんか2人がこうチューをしている気がするんですけど、いやなんかね、もう記憶がもうそれしかないんですよね。もうすごい怒涛のなんかイチャイチャが始まっていくというね。それからまあね、2人がそんな感じで仲直りしたその後ろで、静かに去っていくバムちゃん、そんなその昇進のバムちゃんをですね、ギャングのコウさんが追いかけていくわけです。まさかのコウバムですよ。でしかも結構お似合いなんですよね。ちょっとこうね、強引な感じのコウさんに引っ張られるようにしていくバムちゃん。いやーなんかね、突然だけどでもね、ちょっとまあ幸せになってほしいですよね、バムちゃんには。でね、もうこっからはどんどんこう伏線回収をしていきます。なぜかね、こう大学生による白雪姫の劇が始まっています。確か前回かな、そのギャングの一人であるね、ジーンズさん、 AJ 君が演じてるジーンズさんをそのミーンが自分の学部のその劇に誘っていましたよね、確か。でまさかその演目がね、白雪姫だとは思わなかったんですけど、白雪姫をこんなに真面目にやる大学生を初めて見たなって思ったんですよね。そしてそれを真面目に見ている観客も大学生。やっぱりね、ここは大学じゃなくて小学校だったんじゃないのかなって思ってしまうんですけど、でもそのミーンの小人役はすごい合ってるし、ジーンズさんの王子様もすごい似合ってましたよね。いや AJ 君ね、さすがのイケメンっぷりだなと思いました。でカーテンコールにね、花束を持って現れたデュアンがみんなの前でミーンに告白をしちゃうわけですよ。絶対こんなことする人じゃなかったのに、もう本当に変わりましたよね、デュアンで。そのミーンも僕もデュアンと同じ気持ちだよとかって言ってね、もうこちらも無事にカップル成立ですよ。いやこんなにね、あっちこっちで告白するもんなんですかね。バレンタインの大学ちょっとカオスですよね。でそのデュアンとミーンのね、公開告白の写真はもちろんいろんなところで話題になっていて、 P もスマホでそれを見てニコニコしているわけですよ。でモークがやってくると、これ見たかと、お前の弟うちの兄貴のものになったってよっていう感じで言うわけですね。でモークはクールなんで、ミーンはそれでよかったと思うよみたいな感じで答えるんですけど、そんなことよりも俺たちについて話そうと、お前は一体いつ俺の友達申請を受け入れてくれるんだっていうね話になるんです。そういえばそんなことしてたなと。そういう感じなんですけど、もうね P はリクエストを消してしまっていたので、ごめんもう一回送ってっていう風になるわけです。でそれでこう送ってもらってね、すぐこう承認して、もうこれでいいでしょって言うんですけど、モークはまだだって言うんですよ。でこうね、2人の交際ステータスをねこう変えるわけですよ、交際中に。で P も何も言わずにね、ちゃんとそれを承認しているわけです。これがやりたかったんだね、モーク。でその P のその昔の写真もね、彼が持ってるわけですけど、これも削除しようかっていう風に聞いてくるわけですよ。でもその P はそのままにしておいてっていう風に言うんですよ。で俺はその写真が嫌いだったけど、でももう変わったんだと。それにまた5年後にはどう変わってるかわからないし、自分が好きかどうかは関係なく、それも全部自分なんだっていう風に言うんですよね。過去の自分を受け入れて、もう気にすることをやめて、その P は強くなったんですよ。でモークは、俺はお前の人生の全てが好きだよっていう風に言ってくれるわけじゃないですか。いやほんとイケメン。でさらにね、モークがありえない愛のことを P が空の魚って言ってたじゃないですか。それについてそのモークは、俺の空の魚はありえないことじゃなかったと。それはお前のことだから。
ずっとずっと一緒にいてくれよ空の魚って言ってね、めっちゃロマンチックですよね、モークっていうか、P もね言い出したのは P なんでね、 P もロマンチックなんだなと思ったんですけど、でそこにこう久々のねムアンナンが登場するわけですけど、そのモークの誕生日パーティーにも来てなかったじゃないですか、彼は。でそのムアンナンはね、ごめんごめんって言いながらも、でももうプレゼントは渡してあるだろっていう風に言うんですよ。そのプレゼントとは、お前たち2人がお互いのことをどう思っているのか分からせてやっただろっていうねことですよね。さらにね、2人が自分たちの愛を空の魚って例えているって聞いたんだけどって言い出すんですけど、このね空の魚の話、そんなに大学中で噂になってんのかよってちょっとびっくりしますが、それでねムアンナンは、俺の愛は海の星かなとかって言い出すわけですよ。ここにもいたよ、ロマンチストが。何やら多分ねムアンナンも叶わぬ恋をしているのかもしれないですね。で P がね、大丈夫だよと、魚が空で泳げるんだったら海の中で星を見つけることもできるよっていう風に言うんですよ。なんだよ、みんなロマンチストだな本当に。でね、星かってなりますよねなんかこういろんなことが重なってくるんですけど、そうか星かみたいなねとにかくムアンナンもね、幸せになってほしいですよね。海の星を探してください。で物語はそこから2年後に飛びます。とは言っても全然2人の様子は変わってないんですけど、なんかこうモークから連絡がないとかって言いながらこうプリプリしている P がですね、研修中のモークに電話をかけるわけです。で足首を捻挫したと、家にいて動けないしお腹が空いたっていう風に訴えるんですよね。いやお前どこのお嬢様なんだよと思ったんですけど、でも病院で研修しているモークはすぐ行くよって言って電話を切ってしまうんですよね。でもうなんなのあいつってなった P はお母さんも仕事だし、デュアンがね買った商品がなんかめっちゃ届くしで満身創痍になりながらこう諦めて家の前で横たわっているんですよ。でそこにやっとモークがね会いに来てくれるわけです、ご飯を持って。でこう P にあれこれ文句を言われながらも、モークはね相変わらず海外しく彼のお世話をしてくれます。なんかねこういうところは全然変わってないですよね。相変わらずP に対して激ヤマで、なんかすごいなって思っちゃいますよね、モークは。感心しかない。でこうベッドまで運んであげたりとかしてね、でちょっとこういたずらしながら遊んでいるところにこうデュアンとミーンがやってきて、本当にこの人たちは2年経っているのか、2年付き合ってもまだこんな感じなのかって感じなんですが、なんかお決まりのコントをしながら楽しく生活しているんだなっていう感じですね。やっぱりみんな小学生なんじゃないかな。こういつまでも大人にならないこの人たち。で最後の最後のシーンもすごく良かったですね。P がモークの歯の検診をしてくれるところ、こう初めての検診と言いつつね、なんかめちゃくちゃこうイチャイチャしているわけですが、なんかそれはねさすがに真面目にやってくださいって感じなんですけど、でもP もねしっかり歯医者さんになれそうな感じですね。こう改めてすごい優秀なカップルですよね。お医者さんと歯医者さんですもんね。中身は小学生なのに。でこれまではねずっとモークが一生懸命 P の心とか体とかの治療をしてきてくれてたわけですけど、最後はこう P がモークの歯を見てあげるシーンで終わるっていうのもすごく象徴的ですよね。で最後のテロップはこう治療完了っていうやつで、なんかこれでやっと2人の心が対等になったっていう感じがしますね。いや本当にねこうなんだろう、ラブコメなんだけどでも P の成長物語ですよねこれは。ねじ曲がってしまっていた P の心を直してくれたのはモークの一途な愛だったということですよね。
でその P の成長ぶりが本当にすごかったですよね。なんか最初の頃はね、本当にモークは一体この子のどこを好きになったんだろうっていうのをもうずっと思ってたわけですよ。もう疑問しかなかった。でもそれが徐々にこう心を開いていって、あんなにね最終的には可愛くなってしまうとは誰も予想していなかった。でそれをこう演技でちゃんと全部表現していったプーウィン君が本当にすごいと思いますよね。なんか恐るべき17歳って感じなんですが、そしてその鉄頭鉄尾イケメンを貫いたモークもすごいと思うんですよ。なんかもうとにかくイケメンで頭も性格も良くて、それゆえに時々 P の気持ちを理解できないっていうこともあったけど、でもそれをもう一途さで乗り越えていったわけじゃないですか。で最後の方はもはやモークがイケメンすぎるのがいけないのではっていう気さえしてくるね。なんかそういうすごい完璧なイケメンでしたね。ちょっとストーカーだったけど。それからやっぱりバムちゃん、その後半のキーパーソンだったわけですけど、そのモークへの気持ちを伏せながら彼に全力で協力してくれていた、その本当に素敵な友達でした。最後の最後にちょっとこう魔が差してしまった瞬間はあるんだけど、でもそのバムちゃんのねそれまでのその頑張りを考えたら、その1回の過ちっていうのを責めることはちょっとできないなって私は思いますね。だって別にこう嘘をついたりすごい悪口を広めたわけではないじゃないですか。それにバムちゃん自身もこう作戦とはいえね、こうモークと P2 人のために隠し撮りされたりとか無断で写真をアップされたりとか、もう死ぬほどやられているわけですよ。なんならこう P がやられていたのと同じぐらいバムちゃんだってモーク P のファンから嫌われていただろうから、いろいろ言われていたと思うんですよね。なんかそういうシーンっていうのはあえてこの描かれていないけれども、でもそれまでの人生でもきっとそのモークと仲のいい女友達として多分いろいろね辛い経験をしてきてると思うんですよ、彼女は。で実は自分もモークのことを好きなわけでしょ、本当は。なのに自分は全然恋愛対象として見られていないっていうことも承知しているから、彼と P の恋愛を心から応援してくれていたっていうことですよね。いや本当ありがとうバムちゃん、コウさんとうまくいくといいねって感じです。もうということでフィッシュアポンドスカイすごくいい作品でしたね。最後までレビューにお付き合いいただき本当にありがとうございました。後日このフィッシュアポンドスカイの完結記念の雑談ライブっていうのもやりますので、ぜひそちらにもご参加いただけると嬉しいです。ライブ配信のリンクは下の概要欄に貼っておきます。ではではまたライブや次の動画でお会いしましょう。